ノマドスカルプトで作る植物の作り方をご紹介します。字幕もありますのでご利用ください。このように背景や小物で使えるメモリの少ないオブジェクトを作ります。デフォルトで入っている球体を左上のシーンから消去します。追加からチューブを追加します。少し斜め上視点にします。スナップをタッチして解除。プロファイルをタッチ。閉じていますをタッチしてオフにしてください。断面を変形して平面にします。編集の線と重なるように面を移動します。断面の中心に編集点を追加。少し山なりにします。メニューを閉じます。正面の視点にします。グリッドをオンにします。マグネットのアイコンをタッチしてグリッドにスナップするようにします。線の上をタッチして編集点を追加します。半径をタッチして太さを変えます。葉っぱの形になるように変形します。葉っぱの形になったらギズモをタッチして青い丸を持って全体を薄くします。右視点にしてグリッドをオフにします。葉っぱが自然な形になるように少し反らします。左下のワイヤーフレームをタッチ。編集バーの序算の数値を小さくしてメモリを少なくします。検証をタッチ。平面には裏表があり、今は裏面が正面に来ています。左上のマテリアルをタッチ。カリングを反転で裏表を反転します。左下のカラーから色をつけます。すべてをペイントをタッチ。パーツに名前をつけて分かりやすくします。ギズモをタッチして少し斜めにします。茎を作ります。チューブを追加。プロファイルをタッチ。断面を長方形にします。メニューを閉じて序算を小さくします。茎の形になるように変形します。茎にも色をつけます。何も選択してない状態で放射状を追加します。放射状と葉っぱと茎をグループにします。葉っぱと茎を選んで場所を調節します。グループをタッチしてクローンで複製します。位置と大きさを調節します。右上のボタンからドラッグを選んで茎の長さを調節します。
8を作ります。円柱を追加。序算の数値を小さくします。ギズモで位置を調節します。キャットをタッチ、空洞にします。ギズモをタッチして編集モードにします。底の方だけ小さくします。円柱をクローンで複製します。ギズモで大きさを変更。キャットをタッチして底を作ります。検証をタッチ。土を作ります。平面を追加。ディスクをタッチ。序算の数値を小さくします。色をつけます。ワイヤーフレームをタッチしてオフにします。葉っぱのグループも検証をします。葉っぱにはペイントで色もつけられます。グループにして一括で選べるようにすると便利です。他のデータを追加したいときは、左上のフォルダをタッチ、シーンに追加から他のデータを追加できます。